僕が毎日必ず持ち歩いているもの、ここに日によって持ち歩くもの、持ち歩かないものも実は最近裸で使っていて、ケーブルいらずですね。もうそのまんま iPhone にシャツとかの内側に入れておいて、背面にもレンズがついているので、360度撮れるというもので、どうしてそこまで手ぶらにこだわるのと、別に小さなカバンの一つでも持ち歩けばよくない、そっちの方が便利じゃないっていうのはよく言われるんですけど、カバンを持つのとそうじゃないのは天と地の差があるということで、手ぶらの魅力を力説したいと思います。で、僕自身人生で一番最初に書いた本が手ぶらで生きるで、一番最初に作った商品も手ぶら財布っていうくらいもう手ぶら大好き。手ぶら検定1級、手ぶらマイスター、ミスター手ぶら、手ぶらリスト支部の僕がですね、はい、手ぶらの魅力を語った後に実際に毎日持ち歩いてる手ぶらスタメンアイテムと、で日によって持ち歩くもの、持ち歩かないものもあるので、それらを紹介したりするリアル生活の魅力、リアルをお伝えする動画です。で、実際手ぶら生活をするためにはまず物の数を減らさないといけないし、それと同時にポケットに入るようなコンパクトで小さいものを持ち歩かないといけない。例えば今ここについてるこれインスタ36053っていうこれちっちゃい手ぶらカメラなんですけど、これねパカッとマグネットでくっつくんですよ、こうやって。でそのためにね、ここ実はギミックがあるんですけども、こういうもう僕ねちっちゃい手ぶらアイテム大好きなので、そういったものも紹介していきます。で、僕が手ぶらにこだわる理由は2つですね。もうシンプルに楽ちんでかっこいいっていう、もうこれにつきます。で、楽ちん、具体的にどういうことかっていうと、エネルギーの無駄遣いをしないで済むっていう。例えば、旅行に行く時に重いリュックを背負って、キャリーケースゴロゴロして、で、見知らぬ地を歩きまくって、でも旅行から帰ってくる時にはもうヘトヘトで、次の日も昼まで寝ちゃってるっていうことはよくある話なんですけども、やっぱ人間って背負ってる荷物の重量が重ければ重いほどシンプルに疲れるし、意志力も削られていく。で、人間例えば疲れてる時とかにスーパーコンビニ寄ると、もう甘いお菓子とかデザートに誘惑されて、食べなくてもいいものを買っちゃったりとか、人間疲れてる時って、バカになっちゃうんですよね。判断力が落ちるし、誘惑に負けやすくなるっていうので、逆に手ぶらだとそもそも持ち歩ける荷物の量も限られてるし、荷物も軽くなるしっていうので、そういう誘惑に負けてなんか物を買ってしまうっていうことも減るし、シンプルに疲れないのでたくさん歩けますと。で、僕手ぶらで生きるっていう本にも1日1万歩歩くっていうのを書いたくらい、もう本当に歩くの大好きというか、歩くために荷物を減らしてるっていうくらい、最近もなんかこう厚生労働省が1日60分歩こうとかだと、なんかね筋トレを週2、3回しようみたいな、なんかね国がね筋トレしろ歩けみたいなことを実は最近なんか言ってたりしてたの、なんかヤフーニュースで見たんですけど、っていうくらいやっぱり人間が健康であるためにはまず基礎になるのは足でちゃんと歩くっていう。で、僕はそのためになので1日1万歩歩くっていうのを一つの指標にしていて、で実際にこういう感じでもう歩数計もアプリ入れて1日1万歩を目標に歩いてるっていうようなっていう時に、やっぱりねカバンがあるとやっぱなんかね、もうちょっと疲れるし出なくていいかっていうので、やっぱり行動のハードルが下がっちゃう。でもっと言うと、さっきエネルギーの無駄遣いが減るって言いましたけど、そういう体力的な側面だけではなくて、やっぱりカバンを持ってたり荷物が多いと、あれどこにあったっけっていうのに荷物をこうなくしてしまったり探し物したりっていうので、荷物がどこにあるんだろうっていうその管理能力、要は頭のメモリを奪われてしまうっていうのがあるので、やっぱり手ぶらの方が、基本的にはもうスマホ1個と、それプラス2、3個くらいなんで、しかもねポケットとかに入れてるとスマホがなかったりすると、あれスマホなくねとかこれなくねっていう、もう一瞬で違和感に気づけて探し物なくし物ってなくなるんですよ。っていう意味でもやっぱり基本的には外出する時は手ぶらの方が快適だよねっていうのが僕の考え方で、もう2つ目が、かっこいいからですね。男の人がなんかデートで来る時になんかめちゃくちゃリュックとか背負ってたら、なんかこの人大丈夫かなみたいな、なんか大体男の人は手ぶらでデート行きみたいなのは恋愛指南本とかにも書いてある定番ですけども、やっぱり極力荷物は少ない方が余裕があって見えるよねっていう。そうそうそう、やっぱり、荷物が多いってことはそれだけなんかトラブルあったらどうしようみたいな、要は心配してる不安の表れなんですよ、荷物の量っていうのは。
逆に言うともう手ぶらでいるためには、最悪どうにかなるっしょみたいな。別になんかそれこそ怪我とかしてね、なんか手の皮すりむいても最悪コンビニ行けば別に絆創膏売ってるしなみたいな、結構なんかこう人のカバンを見たりすると、なんか1日に1回も使いもしない絆創膏があったりとか、そんな使うみたいな荷物持ち歩いてる人ってたまにお見かけしますが、僕自身やっぱり手ぶらで外出するために絶対に1日に1回は使うかどうかっていうのは基準に、だから出かける前に今日は皮膚科に行くからじゃあ保険証を持っとこうとかで、逆に別に保険証って毎日使わないしなみたいな、だから基本的には書類ケース置いとこうみたいな、絶対に外出する前に自分が今日どんなルートで行くのか、今日は筋トレ行くからジムのサポーター持っていこう、保湿剤持っていこう、で今日はそれがないからみたいな、そういう一日の流れを想定した上で外出すれば、無駄な荷物を持ち歩くことは減るので、手ぶらのコツとしてはちゃんと一日の流れを考えるっていうのはよく言っているんですけども、っていうくらいですね、その要はなんかとりあえずいつか使うかもしれない何かあったらっていうので荷物をたくさん入れておくと、そんだけカバンがかさばってくるし、要はそれが心配の表れになってるっていう話ですね。で、元をたどると昔はカバン持ちっていう職業があったくらいですね、そういう手ぶらで外出できるっていうことはそれこそお金持ちの方であったり社長さんだったりとか、要は僕これ手ぶらがかっこいいって言った理由の一つでもあるんですけど、持たないっていうのはラグジュアリーなスタイルであるっていうのが、こう手ぶら生活の魅力であると。楽ちんでかっこいいよねっていう、そういった理由もあって僕は手ぶらを続けてますね。ということで僕の手ぶらアイテムたちを紹介していくんですが、その前に今回の動画ご提供でインスタ3603から商品を2つ提供いただいております。こちらも後ほど詳しく紹介していきます。はい、ということで画面外にも手ぶらアイテムありますが、ここに映ってるのは僕が毎日必ず持ち歩いているもので、ここに日によって持ち歩くもの持ち歩かないものもあるので順々に紹介していきます。で、1つ目は iPhone15 Pro ですね。実は最近ケースをやめて裸で使うようにしていて、で、前面にガラスフィルムとでこのレンズカバーはつけているんですけども、で、なんで iPhone ケースを外して裸で使ってるかっていうと、もうシンプルにかっこいいっていうのと、今年の iPhone15 からは本体が軽くなってます。チタン製になってから10%ぐらい軽くなってるんで、そう、ほんと軽いんですよ、今年の iPhone。っていうのもあって、できるだけ軽量化したいので裸が一番と。で、最近はですね、あとこれマグセーフの商品僕ちょっとハマっていて、ここにもあるんですが、こういうマグネットでペタッと貼り付いて、で使わない時は外してまた別の商品をつけてとか、最近自分の中ではこのマグセーフの商品を開拓しているので、あえて裸にしているという感じで、2つ目、僕が毎日持ち歩いていて、財布代わりにしているカードケースがこちら、シンジモルですね。これがマグセーフで貼り付くようになっていて、でここのバンドを引っ張ると、バンカーリングみたいに手から落ちないよっていう機能と、でシンプルにここがですねカードケースになっていて、で僕はここにお札1万円を折って入れてて、実は鍵も入れていて、中身はこんな感じでカードとお札と鍵ですね。で今最近マグセーフのこういうカードケースいっぱい出てて流行ってるんですけど、なんでこれ選んだかっていうと、布だからですね。お札入れます、カード入れます、でこれ鍵ですね。そう鍵を入れられるカードケースっていうのがあんまりなくて、これ布で伸縮性があるからちゃんと鍵も入ってくれるんですね。でこれよほど激しく振り回さない限りは鍵も落ちないですし、これ横からこうピッてスライドさせたらですね、簡単に鍵が取り出しできるので、これシンプルでいいなと思って気に入っております。で3つ目が AirPods Pro ワイヤレスイヤホンですね。ちなみにこれも USB-C 版を最近買いまして、充電コネクターは全部もうライトニングをやめて USB-C で統一してるっていう感じですね。で4つ目がこちらヒルロイドローション保湿剤ですね。で僕基本的に家のお風呂入らずにスポーツジムに行って入浴とサウナを済ませるっていうのがルーティンになってるので、仕事帰りとか友達と遊んだ後にフラッとジム立ち寄ることがあって、でその時にタオルとかウェアはレンタルできるんですけど、保湿剤だけはレンタルできないので、これを基本ポケットに入れて持ち歩いてるっていう感じですね。で5つ目がこちらです。エブリングというこれスマ
マートリングですね。実はこれ家の鍵にもなっていて、これビザタッチ決済で指輪でこうやって支払いができるという代物で、ここに鍵あるじゃんと思われがちなんですが、これはマンションの入り口の鍵で、こっちは部屋の鍵っていうので、鍵が2つ必要なので、1個は指輪にして数を減らして、でもう1個はこっちに入れてるっていうような使い方になってますね。以上5つが僕が絶対毎日持ち歩いてるもので、さらにここに加えて日によって持ち歩くもの、持ち歩かないものがあるので紹介していきます。続いてはこちら Apple Watch ですね。これは毎日持ち歩かずに YouTube 撮影の時だけ持ち歩いてます。実は最近僕 Apple Watch をつけて使っているんですけども、これ時計としては使っていません。どうしてるかっていうと、ここを押すとカメラリモートという機能がつきます。これ外紙の映像をこっちに投影してるんですよ。こんな風に。で最近僕一眼レフを売りに行ってですね、もう最近 iPhone15 のカメラ性能がすごく良くなってるからこれで撮ってるんですが、いかんせんその高画質な外のレンズで撮るとどう撮ってるかっていうのが確認ができないんですよ。ただこれを使うと、こんな感じでこう iPhone に巻いてあげると、はい、これで映像の確認ができちゃうので、時計としては使ってないけど映像確認用に Apple Watch を使ってるっていう感じですね。続いてはこちら。これも毎日持ち歩くのではなく YouTube 撮影をするときに持ち歩く手ぶらアイテムで、モフト七変化マルチスタンドという、これ板1枚状でミニマリストが好きそうなシンプルデザインのマグセーフアクセサリーですね。これこのまんまこうやってなんと、はい、スタンドになりますと。しかもこれなんとそのまんま、はい、横にもなりますというめちゃくちゃ便利なアイテムで、首も自由自在に曲がるよという、本当にこれ撮影の時にあると便利で持ち歩いてます。これめちゃくちゃ薄いんでポケットの中が快適ですね。続いては手ぶらエコバッグですね。これエコバッグなので、基本的にスーパーコンビニ買い物に行くだろうなっていう時に持ち歩いてるものですね。はい、続いてはこちらアンカーナノパワーバンクですね。モバイルバッテリーなんで、これ外出時にバッテリーがないっていう時はこれポケットに忍ばせてますね。でこれ USB-C が一体化されてるのでケーブルいらずですね。もうそのまんま iPhone にぶっ刺せば、はい、充電がされるっていう商品ですね。でこれ急速充電対応してるのでスピードも速いし、 iPhone1 台分は充電できるので、1日ね1回 iPhone 丸ごと充電できるんだったらもうこれで必要十分すぎるっていうので、これめちゃくちゃ愛用してます。続いてはこちらインスタ 360GO3 という超めちゃくちゃちっちゃい手ぶらカメラ、さっき僕がシャツにくっつけてたやつですね。でこれなんとこれ別にボディがありまして、ここをくっつけると一体化できるし、でここね裏返すとなんと YouTuber には嬉しい自撮りができるという。で実はこれがなくてもですね、これ単体で使えちゃうんですね。もうここをポチって押すと、はい、撮影が始まってるっていう。で基本的には iPhone を使って撮影してるんですが、どうしてもこれをカメラとして使ってると iPhone 自体を撮影できないとか iPhone が操作できないっていうことになるので、サブカメラとして今これを使ってますね。で実はこの手ぶらカメラの面白いところはこれですね。この首のネックを要はシャツとかの内側に入れておいて、このカメラをここにカパッとマグネットでなんともう完全に両手が空いた状態で撮影ができるという、もう手ぶら好きにはたまんないカメラで、しかもここをですねポチッと押すと、はい、もうこれで録画が開始されるっていう。で続いてはこちらインスタ 360X3、こちらと同じインスタ3603の商品で、これ背面にもレンズがついてるので、360度撮れるというもので、部屋の撮影をするのに使ってますね。でこれ片手で握れるくらいコンパクトなのでポケットにもすんなり入ります。そういう意味では持ち運び簡単で手ぶらアイテムとして優秀ですね。でこの2つミニマリストが好きそうなコンパクトカメラですが、今概要欄のリンクからセールやってるので安く購入することできます。気になっている方チェックしてみてください。ということで以上僕が愛用している手ぶらアイテムたちでした。商品概要欄に貼ってありますので気になったものあればチェックしてみてください。では快適な手ぶら生活を。ではでは。